おはようございます。たかしです。それではポンド円とドル円の相場分析をやっていきましょう。まずはポンド円の冷やしからです。現在は先日までここでダブルトップだったんですが、そこがトリプルトップになってこういう下落になるのかどうかというところを見ております。ただ GMMA の青帯は今上向きですよね。ということは基本的には上昇トレンド中。現在GMMA に沿って上昇してきてますので、こういう動きになるのか、それとも先ほど言ったこういうトリプルトップからの下落になるのか、というところを見ている最中です。ストキャスティクスは高値圏ですね。と考えると、比較的大きく下落してもおかしくないのかなという風にも考えられますので、現在はトリプルトップで下落するのか、それともこの直近のこの高値を上抜けていけるのか、というところに注目です。では4時間足です。4時間足も一応 GMMA の青帯は上向き、そこに昨日もサポートされて上昇しているんですが、すごく上昇の勢いが弱いのがわかります。基本は今小さく上昇トレンドを作ってきている。そして昨日も GMMA からサポートされて上昇したんですが、結果的に本日ちょっと上値が重いなというところですので、このまま GMMA を下抜けていく可能性もありますね。先ほど言ったように現在はトリプルトップになってきてますので、これが完成するのであれば結構大きく下落していきますので、まずはこの GMMA を下抜けるかどうかですね。現在 GMMA で昨日はサポートされてますが、ここ下抜けると結構大きく下落していくと思いますので、その動きをしてくるかどうかっていうところに注目です。では1時間足です。昨日は急落後の戻り売りという、今まで上昇トレンドを作ってきて、昨日急落して、そこから一旦 GMMA 付近まで戻したんですが、そこでサポートされずに現在もう一回下落してきているところなので、まずは昨日のですね、このあたりですね、194.8 付近、そのあたりまでの下落を想定しておきたい。で、ここでどうなるかですね、ここでダブルボトムで上昇していくのか、それともここで下落トレンドを完成させてくるのか、こういう風な今下落トレンドを作ってきてますので、それを完成させるかどうかっていうところに本日は注目ですね。まずは昨日安値付近、そのあたりで反発できるかどうか、そこ下抜けるともう一段の下落、この付近、もしくはこの付近までの下落が考えられますので、そこの下落を利用するという考え方ですね。もちろん、この付近ですね、現在の本日の高値、この緑の水平線付近、196円手前ぐらいっていうのは、やはり上値が重くなるところですので、今ここ小さくダブルトップ作って下落してきてますよね。で、このまま下落が継続するのか、そしてもう一度上昇してもこの緑のラインは意識されると思いますので、どちらにしても上がったところは売られやすいとは思います。ここもそうですね。ですので、今1時間足としては弱い形になってきておりますので、この下落が続くかどうか。ただ4時間足としては GMMA に接触してきているので反発しやすいところではあるんですが、この昨日の安値を下抜けるとかなり大きく下落していくと思いますので、その辺の流れを利用できるといいと思います。ではドル円を見ていきましょう。ドル円はかなり方向感がないんですよね。昨日もそうなんですが、ここのところずっと方向感のない動きをしております。大枠ではこの間でのレンジという話をしておりました。そして現在はレンジの上限付近まで上昇してきて、上値がちょっと重くなってきたところですね。ここから今ストキャスティクスも高値圏ですので、今レンジの上限からこういう下落、そしてこのレンジを下抜けるとさらに140円までの下落が考えられます。もちろんレンジ上限上抜けてくるとここまで上がっていくと思いますので、こういう動きの可能性もあります。現在は日足の GMMA、日足のこの下落トレンドですね、今までのこういう下落トレンドを崩すかどうかというところにありますので、今はそこを見ている最中です。では4時間足です。4時間足もこの水平線が意識されてますね。この辺も意識されているのがわかりますよね。このオレンジの日本のライン、この辺が意識されてますので、その辺にアラート仕掛けておくといいのかなと思います。トレーディングビュー簡単にアラート設定できるので、まだご利用でない方は概要欄の URL から無料登録をしてみてください。そして大枠では先ほど言ったここですね、この白い水平線のこの日本の水平線に挟まれたレンジ、こういうレンジの中に今はあって、その中で小さくここでレンジを作っているという、そういう状態ですね。まずはこのオレンジのこの日本の水平線、これはどちらに抜けるのか。下抜けるとこの白のレンジ加減まで、上抜けると白のレンジ上限までの動きが考えられます。GMMA の青帯は現在上向きで、一応上昇トレンドにはなってきているんですが、なかなかに上値が重いので、ちょっと方向感としては分かりにくい。ですので、もうちょっと噛み砕いて、このレンジの中で動くという風に、そしてレンジを抜けた方についていく。こういうレンジですよね。抜けた方についていくという考え方をしておくと分かりやすいと思います。では1時間足です。レンジということは結構水平線が機能されるってことなんですね。
この水平線での反発が非常にわかりやすいと思います。先ほどと考え方は一緒です。まずはこのレンジの中での動き、抜けた方についていくですね。上抜ければ上昇、下抜ければ下落についていくんですが、一旦この辺付近は意識されると思いますので、そこからの反発も考えられるので、基本は4時間足が今上昇トレンドに入りかけている。そして1時間足も上昇トレンド中ですので、下がったところは買われやすいと考えておきたいです。ただ、上値も重いので、このレンジと先ほど言ったこの白い水平線ですね。ここでの反発下落っていうところも見ておくと、トレードのタイミングがわかりやすいと思います。それでは本日は以上です。現在ノートのメンバーシップ会員を募集しております。毎朝更新の詳細な分析と週末の限定動画でコツコツ FX のスキルを向上させていきましょう。FX を基礎から学びたい、もしくは学び直したい方はぜひノートメンバーシップご利用ください。詳細は概要欄の URL からご確認いただけます。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。